ずっと見てたんでありがとうございます。憧れの方です。いえいえ、やめてください。じゃあスタートします。はい、はい、お願いします。はい、どうします？カラーは下ばっかっておっしゃって。そう、本当に上の方だけ白髪染めをやったんですが、なんかでも染まってないのかなみたいなとこの辺とか。若干薄染まりですね。どうしようかな。悩み的にはボリュームと髪が厚いのと、もう一個チリチリした。チリチリしてますね。わかんない。これ癖なのか。癖ですね。うねりってやつ。うねり、そうです。これに悩まされていて、で髪がとにかく乾かないんですよ。熱すぎちゃって。なるほど。はい。ですよね。はい。わかりますよ。なんでかっていうと、ちょっとチリチリすると水いっぱい含むんですよ。逆にここをストレートかけちゃった方が乾くの早いです。しかもストレートかけてもペタンってならないぐらい毛量しっかりありそうなんで、かけちゃった方がいいと思う。はい。毛量があるのが悩み。贅沢な悩み。なかなかそう言われるんですけど。いや。そうでもないぞみたいな。大変です。夏はとにかく。でも宿毛矯正この1年前ぐらいにかけて。そうなんです。宿毛矯正っていうか、多分髪質改善。いや、これは宿毛矯正ですね。多分髪質改善という言ってる美容院もあるけど、これは宿毛矯正。でも全然ダメで。全然ダメで。全然ダメで、もう一回やり直してもらったんですよ。ああ、なるほど。それが1年前です。それ多分そう1年前ですよね。1年前です。最近じゃなくて1年半ぐらい前かな。多分こうですよね。こっから先が宿毛矯正。多分髪質改善言って、多分トリートメント系をやったんだけど全然ダメだからやり直しにいらっしゃったから、じゃあもう宿毛矯正やるしかないってなったのかもしれない。なんかもうとにかく美容師さんが怖がっちゃって、なんで？要はチリチリになっちゃうともう取り出しがつかなくなっちゃうので、お薬はとにかくもうこの毛先はつけれませんって言われたんですよ。なるほどなるほど。で上の方だけって言って、多分その上の方をつけてもらったのが今伸びてきて、多分このなるほど。でも切ってるんで、まあそこの部分ってもうないと思うんですが、OK。いやでも大丈夫ですよ。これはもうねストレートしちゃった方がいいです。最近なんかこの辺に変なうねりがいっぱい出てきたりとか、細かいそのチリチリ毛だったりとか、いろんなものが混ざってます。いろんなのが混ざってます。でも比較的簡単かも。あ、そうですか。全然大丈夫。いや、これ何十年の悩みが解消されますので、やってみましょうか。一回ね。はい、お願いします。あとはちょっと一回今縛ってきたっていうのもあって、はい、ちょっと分かりづらいんで、ストレートしながらどんぐらいしようか。はい。あんま短くしない方がいいかなと思うんで、短くするとすごいです。マッチ棒みたいなここがすごい出てるので、もう収集がつかなくなる。なるほどね。前髪も短くしちゃうとちょっと難しいかもしれないですね。おでこが狭いので。でも前髪もストレートかけたいですね。ちょっとやりましょう。でカラーはちなみにこれぐらい染まってれば、確かに染まりムラもあるんだけど、これぐらい染まってるんだったら近いの方がいいかな。なんでかっていうと重ねてわざわざリスク高める必要ないから、そうしましょう。じゃあ早速いきますね。はい、お願いします。先ほどカウンセリングだった通り、ここから先が宿毛矯正もですね。ただ宿毛矯正も若干癖戻りしてるのと、こっから先が気持ちチリつきが見えるかな。動画わかんないかなって感じなんですけど、まあでも少しダメージがあるんで、ちょっとザラついてる感じですね。そうで、さらにここ真ん中ら辺は結構ツヤが出てるんで、ここら辺は大切にしつつ、そうですね、根元のところこう多分ちょっと水分含んだりするとジリッとしていっちゃう。ここはもうしっかりと伸ばしていきたいかなと思います。そんなに難しくなさそうです。大丈夫。いや本当に難しくないですよ。なあ岩崎。そう全然大丈夫です。もう僕らいろんな人のうねりとチリつきを直してきたんで。娘がこの情報を教えてくれたんですけど、長門さんがもう喜びそうな素材だよねって言ってたんですけど、そんなでもないんです。そうでもない。でも綺麗にしましょう。喜びますんで。じゃあ準備します。お願いします。はい。どうしたんですか岩崎さん。そんな顔で見ないでください。いやいや、こけたでしょ。こけてないです。なんで嘘つく？こけてないです。はい、じゃあ薬剤説明します。はい、男性ストレート、間違いなく白髪染めがダメージの原因になってたりとかするのと、細かいうねりがあるんで、今日は酸性のストレートいきます。はい、リッチ 6.5 です。アルテマリッチ 6.5、ヒスタミン濃度 5% ですね。で、こちらをもうしっかりと効かせるために、リッチ 6.5 に対して、パイモアグラッツのスピエララクトンチオールですね、を 10% 入れます。それが根元というか、この1年前のところまでがこれでいきます。
じっくり時間経たせたいのと、手先今もう綺麗ではあるんですけど、ちょっとざらつきとかが出てるんで、これをしっかり綺麗にするので、まずリッチをめちゃめちゃ薄めます。リッチとドロップ。ドロップは、リッチからシステム名を抜いた CMC ですね。リッチが1に対してドロップが5でいきます。で、スピエラを 5%。かなり優しい薬でいきたいかなと思います。いきましょう。珍しく手袋しましょう。なんでですか？いや、手が臭くなる。今更もっと前からすりゃいいよ。いや違う、いつもペーパー使ったりするじゃん。今日は範囲が広いんで、素手で押し込んでいく。素手っていうか手で押し込んでいくんでいきましょう。興味な。襟足どうしようかな。そう、襟足もすごいちりついてるんです。そうですよね。でも襟足そんな癖がないんですよね。ないですか？はい。いつももうまとまりがないなっちゃうので、縛ると襟足がもうチリチリチリってすごい。これが一番気になるね。こっちね。塗ろうか。塗って大丈夫。塗りましょう。オッケー。いきます。お嬢さんが見つけてくれたんですか？ちょうど電話で話してる時に「アクトさん募集してる」って言ってって言ってもうドキドキなっちゃって、私が「どうしたらいいの?」って言って「でどうするの?」って言って「写真をなんか3枚撮るみたいだよ」って「え今?」って言ったら「だって今だよね」ってそうですね。一人なんで自分で撮るしかないじゃないですか。でどうしようと思いながら、でそしたらその間に娘が募集のその名前とかいろいろ文章全部やってくれる。めちゃめちゃ優しいじゃないですか、お嬢さん。これをそのまま使えみたいな感じ。仕事できる。これを貼ってそのまま送ればいいって。すごい。でも自分の写真に時間がかかっちゃって。そっか。でもあれですよね。いや全然大丈夫ですよ。そう写真。いやもうあれも本当に何回も撮り直して。そうだね。長さが分かればいいんだよ。別にそうですよね、おそらくね。そうかなと思いつつ、長さとなんか髪の悩みが分かればよくて。で髪の悩みは私が写真をこう撮ってる間に大体娘も分かってるんで、私の髪の悩みはうねり広がりとか髪多しとかいろいろ書いて、このまま使えみたいな。協力的な娘すさん。ごいお嬢さんです。仕事できますね。いやいやできないですよ。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。いや本当にもうびっくりしました。もうほとんどカットしてないですよ。あ、そうなんですね。1年半ぐらい前にあまりにも使ったんでちょっと切ってもらおうと思って髪が多いからちょっと少なくしてくださいって言ったら、私の使い方が悪かったのかちょっと分かんないんですけど、中がごっそりなかったんですよ、鉢のところが。辛い。で全然分かんなくてそういうふうになってるっていうのが。分かんない。後ろとか分かんないですもんね。で表面は普通じゃないですか。その後温泉に行って髪の毛乾かして発覚しました。しかもこれぐらいのちりつきというかうねりがあると自分で乾かすと大変なことになります。すごかったです。ですよね。ちょっとまあ半べそになっちゃいました。ああ、まあですよね。でも娘は横で笑ってるんですよ。お気楽ですからね。そうなんですよ。まるでハグリッドみたいだな。ワードセンス。すごいんですよ。もう広がっちゃって広がっちゃって。広がっちゃいますよね。どうにもならなかったです。でももうそれを伸ばすしかなかったので、ひたすらそれを伸ばして、それでここです。そうなんですよね。しっかりとこのちりつきうねりが取れてれば全く問題ないんですよ。取らない状態でさっといっちゃうとアウトですの場合が多いですね。なるほど。その後の宿毛矯正だったんですよ。ああ、なるほど。その半年後に。なるほどなるほど。で、私永田さんの YouTube 見出したのが、ちょうどその宿毛矯正かける前後ぐらいで、こんなに髪が変わるのって私がやったのは何かななんて何かなって疑問でした、ずっと。いや、そう。でももうやっちゃったばっかりだし、そんなかけれないじゃないですか。そうですね。そこからずっともう動画を漁って、私と同じこの人っていつも見てました。結構宿毛矯正の方多いですね。いらっしゃいますから。本当に同じって言いながら、自分見ながらいつもそうやって。ありがとうございます。じゃあ一通りは見ていただいて。そうです。なんかねコメントもしたような気がする。あ、嘘、ありがとうございます。そうコメント嬉しいです。私もやってもらいたいです。そう。結構嬉しい。ずっとちゃんと読んで。コメントはちゃんとお返事いただいてましたよ。ほぼ返答させてもらってて。すごいと思って。私もコメント見てます。そうなんです。岩崎すげえコメント見てますから。一回サウナの話したことがあって、でなんか岩崎さん整ったことないって分かってないなみたいなことをコメントでいただいてムカついてました。ムカつく
ないです。このコメントにいいね押そうかなとか思うぐらいです。矢崎さん可愛いです。でもいいね押さないですけど。はい、まず1周目塗り終わりました。これぐらいですね。結構幅広に塗ってあげて、さっきはまだ残ってる状態。バックサイド塗り終わったら、前髪いつも言ってます。順番的には。前髪いって、で、そこからサイド。まあ、これが髪質的にも、大体のお客様はこの順番でいいんじゃないでしょうか。で、ここからもう一回根元いきます。どうしてもね、塗布量の問題と、あとは乾いたりとかするんで、しっかりと二度付けが基本になります。で、酸性ストレートなんで、アルカリと違って襟足ともみあげ外したりしてません。このまま、2周目いって、2周目が終わったら、この毛先の部分ですね。この毛先の部分に、さっきのドロップがメインの還元剤をつけます。はい、続きいきましょう。もう100本も超えて動画もすごいですよね。だから前のこう遡って、どんなあれがあったかなって思いながら見たりとか、ありがとうございます。でいつもアップされてるかなと思って結構見てます。ありがとうございます。週1ぐらいはね、そうですよね。調子いい時で月6回、悪くても5回って感じですね。サロンワークやりながらですもんね。まあそうですね。編集が大変ですね。もう編集は誰がやるんですか？岩崎さんがやる。私カメラマンです。私カメラマンして、岩崎は編集じゃなくて、夜はオンラインショップの発送とか、あと寝てますか？寝てません。寝てません。いや、それはないでしょ。お休みとかあるんですかって、私なんかちょっと休んでるのかなと思って見ちゃいましたよ。サロンもでもお休みの時あるんですもんね。ありますあります。外とけてるんで大丈夫です。本当にすごいですね。はい、もうね、そうちゃんと寝てます。すごい寝てます。寝てるでしょ。休みの日は、お仕事の日はちょっと寝れないんであれですけど、だから最近の物欲はキングサイズのベッドが欲しい。すごい。さすが。睡眠を良質にしたいっていう願望。てかもう寝る以外ないんで、基本的にやることが。そうですよねっておかしいですけど。ずっと寝てたいんで。若いからですよ。そうなんですかね。ずっと寝れないですよね。でもずっと寝てたくて、だからキングサイズのベッドが今欲しい。だんだん寝れなくなりますよ。そう、いや全然僕全然寝れないですよ。僕若い時からそんな寝れなくて。それも珍しいですね。そう。ちょっと変わってんですよね。おい。変わってね。むしろお前の5時とかまで寝てるんですよ。ずっと寝てます。5時まで寝てるってどういうことですか？ 5 時は寝てるっていうか、2時ぐらいまで寝て、起きて5時からまた昼寝して、夜中の2時にまで起きてるってことですか？一応普通に前日、まあ12時過ぎとかに寝たとしても、そしたらまず昼の2時まで寝るんですよ。やばくないですか？そうですか？昼の2時まで寝るんですか？そうそう。トイレも行かないで？トイレも行かないです。そうで、そこから起きて2時から5時までにちょっとなんか飯食ったり洗濯でもするの。洗濯掃除して、携帯いじって、基本ベッドでコロコロしない、何もない日です、予定がない日はコロコロしてるんで、そうすると睡魔が襲ってきて、で5時からまた寝ちゃうんですか？5時から8時9時ぐらいまで寝て、もう夜ですよ。でその日の夜寝れないと思うじゃないですか。寝るんですか？そうそう。すごい。それって若いから寝れるんですよね。だから私休みの日の LINE の返信めっちゃ遅いです。日頃超早いんですよ LINE の返信。秒で帰ってくるんですけど、休みの日寝てんだろうなって思って接してます。なんか長さん勝手に私の LINE で一人で喋って一人で書いてました。なんかちょっと聞きたいことがあって、これどうだっけどうだっけっつって言って、まあ既読絶対つかないことほぼないんですよ、普通にしてると。なんか友達とディズニー行ってたとしても既読して返信が来るぐらい、すごい。そう、やるのに既読つかないってことは、あ、今日はそういう日ねって思ってでいろいろ自分で調べて、それであ、そういうことねっつって自分で調べて完結させて、あ、分かった、おやすみっつって。それを入れるんですか？もう入れてますよ。解決したもん。大体長さん朝から活発なんで、それが2時ぐらいに起きて LINE を見て、あ、なんかすごいいっぱい LINE 来てんなとか思ったら、大体長さんで見てたら、あれ解決してる。だからちゃんと送ります。おはようございます。休みの日も僕は2時までには起きるから大体。無理。だって3時に寝れば4時間。4時間って死んじゃう。頭痛くなっちゃいますよ、4時間だと。4時間を寝ると寝た感じします。それも少なすぎますね。そうって言われるんですけどね、意外に元気です。何その顔。地球外生命体で。地球外生命体。そこまで。じゃあこれで。はい、そんな感じで塗り終わりました。全部塗り終わったんで。もう喋ってんのにピッピピッピしないでもらっていいですか？だって塗ってるから入れないと。まあ入れてください。20分です。あら、間違えました。
はい。はい。日頃だと15分で流すことが多いんですけど、今日ちょっとうねりも強いのと、髪の毛実際ちょっと触ってみるとわかるんですけど、少ししっかりしたんで20分置いて流します。はい。お疲れ様です。いい感じです。はい。じゃあインフォームつけて、しっかりと水分足して、軽くコーミングしたら流します。1分だけ置いて流しましょう。少々お待ちください。はい。お疲れ様です。はい、こんな感じですね。と言っても、まあ、軟化してるわけじゃないんで、もう串通りが違います。じゃあ、これでいきましょう。はい、まず、エラフェクトコネクター、活性ケラチンですね。活性ケラチンの10倍希釈と言いつつ、ちょっと濃いめに希釈してるやつを全体につけます。特に根元付近ですね。特に、この顔周り、結構ダメージ起きやすいところにはしっかりとつけてあげます。顔周りと襟足。で、同じく今度アルテマアクアですね。CMC、液体の CMC と酢酸が入ってて、アイロンダメージを減らしてくれる。そしたらドロップを全体につけます。で、最後、オイルですね。リンクのオイル全体につけて、これで乾かしてアイロンです。はい、乾かし終わりました。これぐらいですね。手は残ってます、もちろん。これをアイロンしていきます。で、酸性ストレート。アルカリとの違いは軟化しないんで、熱の力で伸ばしていかなければならない。ということで、アイロンのじっくりです。ちょっとここ、ノーカットでいきます。ワンパネルきれいにしましょう。しっかりと、ツインブラシ、ギュッとやったら、200度アイロンをまず、サクッとやって、水分飛ばしたらもうずーっとです。何回もやらない。熱置きという作業ですね。ゆっくり。こうやってゆっくり通します。で、今日毛先前塗ってるんで、毛先までゆっくり。で、大体皆さん中間、ここら辺が抜ける人が多いんで、根元はしっかりやるんだけど、中間が抜ける人が多いから、中間もしっかりとゆっくり。で、毛先も置いてくる。こういう感じ。ツヤも出るし、手触りも絹のような仕上がりになります。はい、じゃあ2人でいきます。まずね、目標はお嬢さんを驚愕させましょう。娘もすごいんですよ、ちりつきが。あ、そうなんだ。へえ。蓄毛矯正かけてきたんですけど、でもやっぱり後ろがこう膨らんでちょっとうねりがまだ。あ、そうなんだ。今日はもうサラサラにして。嬉しい。これで挽回できる。いつもバカにされてるから。いや、お嬢さんの髪を超えましょう。可能です、これなら。やってもらいたいけど、なかなかそんなでもなく、枠がだってもう争奪戦ですもんね。ご覧の通り狭いんですよ、ここ。でもだって2人しかいないからね、限られてますもんね。1日10名、12名ですね。それでもそんなに営業時間延ばして。でもあんまりね、今広げすぎてもスタッフ何人も雇ってっていう感じじゃないかなっていう、時代的にもね、勉強させてくださいっていう、なんかスタッフ募集されてますかっていう。あと見学しに行きたいですみたいな。いや、邪魔ーっつって。ここに1人いたら、だって、ただでさえそんなにね、1人だけ後輩が1回行きましたけどね、見学。函館で今、サロン独立して。すごい。函館の美容師さん、亀山亮太をよろしくお願いします。函館亀山亮太で調べれば多分出てくるから。これって行ったことあるのかわからないな。北海道あんの？北海道は高校の修学旅行が北海道でした。京都だと北海道になるの？高校のあれですか？高校の修学旅行で、そうか、京都ですよね。そうしたら逆に他に行くとこね、そうですよね。なんか農業体験もした。青虫ビビりながら。農業体験。すごいいっぱいいたんです。青虫が騒ぎながらやってました。楽しかったですけど、旭山動物園行ったかな？行った気がする。雑な記憶が。動物園なんか違ったのかな？一緒に仲良かった子が動物あんま好きじゃなくて、なんか行かなかったような。動物得意じゃなくても動物園ぐらい行こうぜ。もうすごいダメなんですよ。特にハムスターとかダメで、私がなんかハムスター好きで、そういうなんか写真とか動画とか見せるとすごい嫌がります。私幼少期ハムちゃんいっぱいいました。7匹ぐらいいました。お、とっとこじゃん。とっとこハム太郎めっちゃ好きで。ハムスター何食べるんですか？ひまわりの種。本当にそうなんですか？大好きなの。ひまわりの種って大きくなってました。ハムスター可愛いから好きで。だってシルバニアファミリー好きなんでしょ？シルバニアファミリー幼少期めっちゃマンションとか持って、マンションと一軒家みたいな。育ちいいんだよ。育ちいいんですかね。ママがなんかあんな高級品買えない。買えないですよね。あれ高級品ですよね。パーツが高いじゃないですか。しかもマンションなんて多分すごい。マンしますよ。で赤い屋根のお家じゃないんですね。赤い屋根のお家も
とかあってマンションもあった気がして、はい、でなんかこう100均のこういうなんか釣りとか分けるパッあるじゃないですか、あれに私がよくなくすからママが全部フォークとかご飯とか全部分けてくれて。ママ入ってたんですか？すごい。今思えば置いときゃよかったんです。あげちゃったんですけども、大きくなって遊ばなくなってあげちゃったんですけど、確かなんかなんか持ってきゃよかったかなって。そうブームですよね、また。またブーム。またブーム来てて。来てますよ。だから持っときゃよかったなってめっちゃ集めてました。すごいいっぱいいました。ウサギとかクマとか。パーツがすごいですよね。めっちゃ集めてました。このしかもちびっこが可愛くて、子供がシルバニアのこれぐらいの。金持ちだな。誕生日とかに買ってもらってました。あとなんかあれが好きでした。ジェニーちゃんっていう人形。いましたね。いましたよね。娘は持ってなかったな。1個じゃ我慢できないの？なんかジェニーちゃん、リカちゃんじゃないです。ジェニーちゃん。ジェニーちゃんなんですね。なんかリカちゃんよりちょっと背が高くて、もうちょっとバービー人形寄りのスタイルで。今リカちゃんもすごいリカですよね。私リカちゃんあれ知ってますか？なんです。現実に生きるリカちゃん。そう。インスタでしょ？そうインスタあとすごいですよね。あれが面白くて。リカ活とかで言ってる。そのジェニーちゃんの服とかもめちゃめちゃ持ってました。やめてよ金持ちアピール。ママとパパとかに誕生日とかクリスマスに買ってもらってた。いや誕生日だってクリスマスだって年1回しかねえだろ。すごい。違います。普通の一般家庭ですよ。一般家庭そんな買えないから。わかんない。見てるんですからパパこれ。やめてください。パパ見てる。パパ見てる。この前この撮影する前ぐらいに上がった動画があって、なんか言ってましたよね。それでパパがなんかその父の日をまだ何も言ってないからいらないのかなっていう話をして、それがアップされたその日の夜ぐらいに、あれパパ何も言ってなかったっけ父の日みたいな LINE が来たんで、これ絶対見てんなと思って。しかもあれアップしたその日に。その日の夜です。パパ見るの早い。パパ暇なんだろう。やめてよ。見ないことが気になるんですよ。気になるんですね。こまめに多分連絡しないから。そうなんですね。これで生存確認すること。あ、そうそう。なんか今度実家帰ったらパパの携帯チェックしてインスタあるか見てみる。やめとけ。なんかあったら私のアカウントをちゃんと消しとくんですか。ブロックしとかないと。面白い。やだ。大丈夫、生きてるからって思う。めっちゃつるつるね、つるつるにびっくり。すごい。はい、じゃあアイロン終わりました。もういい感じのツヤがまず出てます。固定します。いつもだったらカラーで参加するんですけど、本日はカラーしないでいくんで、2液でいきます。はい、はい。2液でいく場合はブロムでいきますね。酸性ストレート。ブロムでしっかり長時間置いて、酸化させます。はい、ケラフェクトの2剤ですね。こちらかなり質感いいで、こちらを普通につけて10分放置。10分から15分ですね。できるだけ長く置いた方がブロムの場合はいいです。はい、行きましょう。ツルツルになった上にまた何かを。あ、すごい。あ、これ杏仁豆腐みたいな。固定剤です。はい。すごい杏仁豆腐みたいな。プルプルです。終わり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 。靴につきました。面積です。小さいのにね。どう出ちゃうんですか？靴につくと変色しちゃうんですか？いや違う違う。いや靴の面積手かして靴の面積が小さいから。楽しいですね。お怒りですね。何笑ってんの？小さくないです。人よりちょっとちっちゃいぐらい。キッズでしょ。これはキッズ。キッズ。本当にですか？いくつですか？19です。違いますよ。22.5 だと思ってたんですけど。でも普通じゃないですか、22。いや思ってたんですよ。思ってたんです。でナイキのショップに行ってなんか測ってもらったらなんか22.5とか22でもちょっとつま先余ってたからなんでだろうなと思ったら21でした。21ってあんまり靴のサイズないんですよね。びっくりします本当。ないですよね。しかもだから身長がまあ普通にあるんでこけるんですよねよく。だからさっきこけたんですよ。余ってるってことじゃ靴が。あ、今も余ってますよ。でもそれキッズだからキッズで余ってんの？これキッズだって22ですもん。21って本当種類がないですよね。でも安かったんだろう。安くて営業で使うからすぐ売れるし、安さを求めてキッズに手を出した。何か。いや全然いいじゃん。買い物上手。怒ってる。楽しいですね。楽しい。毎日こういう風にしてお仕事してるんですね。時間置きますね。お疲れ様でした。はい、行きましょう。今日は
まず髪の毛めっちゃ綺麗になってるんで、はい、まずカットは整える程度にして重さを取りに行きます、はい、長さはね多分結構バラバラしてたんですよ、さっきアイロンしてて思ったんで。はい、多分うねりもあるから、はい、なんか綺麗に切っても、はい、なかなかガタガタしやすい感じだったんですけど、もう綺麗に切ったらそのままのラインが出るんで、はい、今日はこんな感じでいきましょう。じゃあはい、カット解説いきます。まあそんな感じですね。ちょっと毛先がこうガタガタしてるのと、この内側にイングラが結構しっかりとしたイングラが入っちゃってるんで、ここら辺をきれいに整えていきたいかなと思います。あとはすごい結構ちゃんと前下がりになってるんで、ここを水平ぐらいに整えて、顔周りちょっとだけレイヤーが入ってる感じでいこうかなと思ってます。はい、じゃあすいません。ちょっと下向いてください。まずは、まあイングラは無視します。無視して整えていきます。もうこのカットラインですね。この現状のこのカットラインをきれいにしましょう。ってことで、こんぐらいは切ります。もうブランドでいっちゃいましょう、今日は。綺麗に揃えたいんで。で、顔周りをめっちゃ短くすると、先ほどもモデルさんと喋った通り、少し毛量調整がしづらくなるんで、まずは水平気味、もしくは若干の前下がり気味でいきます。しっかり丁寧にコーミング、放射線状に綺麗にコーミングしたら、いいですね。切り揃える。きれいにします。はい、真正面向いてください。はい、そしたら三つ襟のとこからまたきれいにコーミングしたら、ここですね。まあ結構しっかりとした前下がりなのを緩やかな前下がりにする。そうすると乾かすと水平になると思います。で、入れたらイングラ、耳のところを C シェイプして取る。イヤートゥーのところをこうやって C シェイプ、三つ襟を C シェイプ、まあイングラ入ってるんでいらないですね。よし。もみあげを C。はい。そうすることによって、内にきれいに入っていくスタイルになります。逆サイド同様ですね。はい。C シェイプして、内側に長い毛が絶対に残らないように。はい。もみあげもこうやって緩やかに C を作ってシェイプで、あとはちょっと乾かしてから顔周りレイヤー入れたいなと思うんで、トップの角だけ取ってもう乾かしちゃいます。多分ドライカットで結構ボリュームというかね時間がかかると思うんで、そこを逆算してウエットはささっといっちゃいましょう。はい、じゃあこれで乾かします。はい、ノットミストいきます。ノットミストレブリン酸配合でさらにリピジュアが入っていることによって保湿力アップと、小さいうねりを取ってツヤを出します。でリンクのオイルですね。ごめんなさい。よいしょ。乾かします。さあお疲れ様でした。バッチリです。嬉しい。触ってみますか。うわー、本当なんか泣きそう。まあちょっとね一点だけあるとすれば、はい、毛先がアルカリの宿毛矯正だったんで、はい、どうしてもやっぱ硬いんですよ、はい、でも触った感じ柔らかくないですか、はい、ちょっと質感的にもうちょい内に入ってほしかったなっていうのがあるんですけど、はいはい、ここに関しては今日僕がやった宿毛矯正がこう曲がるじゃないですか、はい、これが毛先に分かります？この1年前のやつは曲がらない、はいはい、そうだからこれがこうすると分かりやすいですよね、はい、こうです。はい、そうこれが毛先に来てあげるともっとこう内に入ってくるんで、はい、これはね徐々にこっちにしてあげるといいかなと思います、はい、ちょっと後ろから見てもらいましょうか。よし、こういう感じですね。今モデルさんに言ったここの先のアルカリの矯正がちょっと硬いんでもう少し柔らかくなってくれるといいかなと思います。まあちょっとね巻いたりもできると思うんで、手触りとかも相当ツヤツヤになってるんじゃないですかね。はい、じゃあそんな感じで今日は量を取っていきましょう。まずは全体のブラントですね。ブラントカットしたんで、ブラントを取るための、はい、チョップカットを全体にいきましょう。よいしょ。このままいきますね。もう本当にブラントを取ってるだけで、レイヤー自体はそんな入ってないし、こうワンレグスのところなんで下に自然に落ちる位置で縦に入れていく。よし。はい、そしたら顔周りに今こういう角度が入ってるんで前に持ってきて、こうですね、この角を取るようにレイヤー入れます。
こう R で取ってあげる。R でこう取ってあげて、レイヤー入れていく。よし。逆サイド同様ですね。こうして、このところにレイヤー入れる。そしたら今入れた顔周りのレイヤーをトップにつなげます。この角を取る。そうすると少しレイヤー調になってくるんで、これで両方取りましょう。ドライカットシザーですね。はい、こちら。マットの STR。よし、いきます。もう普通にストロークでどんどん重いとこを取っていきます。もう髪の毛は相当柔らかいから、ドライカットしてても相当気持ちいいです。なんか良くないですか？嬉しい。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。量をしっかりと一気にこう空気感まで出てきますね。これいったんじゃないですかね。お嬢さんの髪質を超えるかもしれないです。悔しいって言われる。言わせましょう。ぜひ。悔しい。誰のおかげだって言われちゃうかもしれない。私が文章打ったんだから。確かに。手伝っただろうって。みんなこのサラサラに憧れるんですよね。これ素晴らしいですよね。このツヤとサラサラと。人生の中で初めてかもしれない。そこまで言っていただけます。昔は下敷きみたいなので、ストレート。板のですね。あれをやったことがあって。思った以上に伸びないですよね。伸びない。で、そこまで私なんかそんなに縮れてると思ってなくて。なんでこんなに髪が多いのかなってはずっと思ってたんですよ。そしたらだんだんやっぱ年とともに面も変わってきて縮れがいっぱい出てくるようになって。年齢によるうねり、特に白髪ってちょっと強くないですか？で白髪の量が増えると必然的にやっぱねじれうねりっていうのは強くなってくるから、そこはねちゃんと見極めて、だからこの酸性のストレートパーマっていうのは結構ねあれなんですよ。負担が少なくできるのと、あとはやっぱり酸性の引き締め効果、酸ってやっぱりキュッて収斂する効果があるんで、やっぱりそうすると白髪の内側ってやっぱちょっと空洞が多いんですけど、その空洞をキュッとすることによって埋めてくれるんですね。疎水化っていうのができてくるんで、それがねなかなかおすすめですかね。でアルカリを使わないから危険性が少ない。そう例えばなんかすごいダメージがすごいっていう人がとか、あと残留アルカリって言ってカラーとかパーマが中に入っちゃってる人、どうしてもダメージホームカラーとかすると残留アルカリの塊になる。私ずーっと長年ホームカラーだったんですよ。何年もそれでかなり傷みましたよね。傷んでしまって。ホームカラーってすごい手軽にできるすごいいいカラー剤なんですけど、ああいうのって大手メーカーさんが出してて全員が染まんなきゃいけないんですよ。どんな人でも染まんないとクレームになるじゃないですか。だって誰が買うか分かんないで、だからパワーが結構最強に強いんですよ。それでかなりダメになっちゃいました。そうですよね。ずっと続けてたんで。そうなんですよね。それでもうダメだなと思って。いいと思います。だからあれですよ、全然傷んでなかったですよ。毛先のちょっとはね、以前の宿毛矯正のダメージっていうのがちょっとあったから少しダメージしてるかなとは思ったんですけど、基本的にはね綺麗な髪質だけどうねりで傷んで見える。そうだったんですね。そうなんです。うねりなのか痛みなのかが自分では区別がつかなくて。そうなんですよ。後ろなんかは特に見えないじゃないですか。でもなんかこうジリジリしてるなっていうのは分かってたんですけど、見えないからどういう風になってるのかなって。そうですよね。で髪洗っても乾かないし、広がるだけで。そうもう乾くのもめっちゃ早くなりますよ。嬉しいです。すごいストレスでした。髪の毛乾かすのが。そう時間もかかるし。毎日だしね。そうです。だいぶ触り良くなった。ちょっとこの毛先、さっき言ったアルカリのところが硬いんで、少しだけ内巻きにします。そこから最終調整します。っていうことでちょっとだけ内に入れていきましょう。ちなみに結構今日根元からやってるんですけど、1週間ぐらいするとトップのボリュームとかもうちょっと出て、それが完成形だと思います。どうしてもねトップのボリュームを残しながらストレートしちゃうと持ちが悪くなるんで、結構攻めてちゃんとやってます。よし、そしたら前髪を整えましょう。最終調整ですね。最後トップのレイヤーもきれいに調整していきます。レイヤーも入れましたよ。念願のレイヤー。多分いっぱいは入れてないけど、程よく入ってるんで、動きは相当出ると思います。よし、OK。仕上げアロディアの伝送料。
未だ入手困難ですねこれは。でもすぐ売れちゃいます、すぐ売れちゃう。そう。シャンプーも使ってみたい。ノットシャンプー、ぜひおすすめですよ。特に宿毛矯正決まってるから長持ちすると思います。いい匂いです。いい匂いですよね。抜群の保湿力を保ってるんで。よいしょ。でなんとなくちょっと動きをスプレーで出してあげる。一回取りますね。もう一回この辺触ってみてください。重さ軽い。信じられない。自分の髪の毛じゃないみたいです。いや、めっちゃ良くないですか。大成功しました。嬉しいです、ね。ちょっと後ろ見ていただきたいんですよね。レイヤーが入って、動きが出て、前髪もこうやって横につながる感じ。よかったです。大丈夫ですかね。ああ、よかったです。よかったです。お疲れ様です。まあこんな感じの基本的にはワンレッグスベースなんですけど、顔周りに入れたレイヤーとトップのレイヤーをつなぐことによってここら辺に少し動きできますね。まあ今日のところはこれぐらいかなと思うのと、むしろ逆に言うとこのレイヤーの高さでこのバックのアウトラインが伸びることによってここのレイヤーが強くなるんで、こういうアウトラインになってくれると本当はいいかなと思うんで、ちょっと頑張って、これ綺麗だから伸ばせると思う、伸ばしていきましょう。伸ばしたらいいですね。はい、伸ばしたらいいです。ちなみにほっといて大丈夫です。もうカラーのリタッチだけとりあえずしばらくしてれば。はい、わかりました。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お嬢さんに勝ちましたね。はい。お嬢さん、申し込みありがとうございます。はい、そんな感じで今日は酸性ストレートですね。痛みとうねりがわからない人、結構大人女性に多いと思うんですけども、やっぱりすごい傷んでどうしても広がってしょうがないって思ってても、実は癖な場合って結構あるんで、そういうのをしっかりときれいにできるのがこういう宿毛矯正のいいところかなと思う。こういうのをがっつりやってほしいのと、これを髪質改善することによってカットの幅が広がるんで、ちゃんと量を取れたりとかストロークカットできたりとかするんで、美容師さんもちょっと参考にしていただければ幸いです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。以上です。嬉しい。縛んないで帰れるのって。もう帰れますよ。縛ってた。すごいですね。こんなに量。そうなんですよ。量しっかり動いてます。お疲れ様でした。はい、じゃあお疲れ様です。ありがとうございます。また、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日月曜日です。月曜日。わーい。パーティーナイト。パーティーナイト。朝まで飲んできてください。飲まないけど。ソフドリ。お疲れした。あれどうなの最近は？何がですか？何しようとした？私に宿毛矯正とかけてくれないんですか？必要ない。あんなにくせ毛って言ってんのに。ウルフ調子良さそうです。黒のハイライト入れたいな。ローライトか。お疲れ様でした。